フィスの研修長の伊沢です。ナイスゲームすごいです。バレンタイン特別企画、ギリがたいチョコを作ろう。バレンタインデーキース。ギリがたいチョコを作るんだな。めちゃラッピングコルとかそういうことでしょ。そういうことではないんですね。今回はお二人になるべく硬いチョコを作っていただきます。料理するってこと？そうです。クッキング企画みたいに？そうです。お、いいじゃん。おお、いいじゃん。1000円以内に購入できるものの中で、できうる最も硬いチョコを作ろうじゃないチョコなの？あ、チョコです。チョコ。それってさ、食えないとダメ？そうです。ギリがたいチョコというよりはバリ硬いチョコだね。バリ型にすんのね、チョコ。バリ硬い。割り方で。出て硬さかんの。あ、モースコード式に測る。お互いにこう吸い合って傷がついた方が弱いっていうね。チョコ対チョコを対戦させてってこと？磯貝さん作ったことある？僕はね、ない。いやでもね、妹が作ってるの見たことある。なるほど。で、妹はちゃんとね、だから生クリームとか入れてたの。テンパリングすると柔らかくなる？なんかテンパリングっていうのは温度をちゃんとテンパラチャーっていう温度の単語があるじゃん。あれをちゃんとやるっていう意味。50度で溶かして、28度まで温度を下げた後に32度で完成さすみたいな、なんかそういう柔らかいいい状態にできるらしいんだけど、なるほどね。それを無視すれば確かに。ガチガチ。ガチ。うん。でもだからそれを2人とも80度で湯煎して2人とも冷凍庫にぶち込むとかだったら同じ硬さになるわけでしょ。そうだよね。何を混ぜるかってことじゃない？そうですね。そこですね。東大の文系理系対決と。買い出しに行きますか。行きましょう。せーの。シュッ。よいしょ。帰ってきました。じゃあ伊沢さんからはい何を買ってきました？僕いっぱい買ってきましたね。まずはいね、ベースになるチョコレートは、チョコレート効果、おー。カカオ 95%。硬そうほぼ豆。これだけだとね、ちょっとカカオが強すぎて、はい。糖も必要だと思うんで、カルシウム入り、おしどりミルクケーキ。何それ？そんなよく見つけたんだ。これは、要するにカルシウムがいっぱい入ってて、しかも甘いっていう、おー乳が入ってるんで、味のことも考えてるんです味も美味しくなるし、で、結構カルシウムで硬くなるから。さらに、これと合わせ技で使うのが、牛乳寒天の素ですよ。乳で固まりやすくなるんで、おしどりミルクケーキの乳を使って、これをさらに固めていこう。そして最後の隠し味が、キシリッシュ。キシリッシュれんの。ゼラチンの力とガム的なあれでガチガチになる。粘着ってことね。そうですね。爽やかさをこれでこの味に足すと。ああ。で、さらに、まだある。氷で急冷です。急冷すれば硬くなる。なるほど。なるほど、なるほど。材料というよりは、その、湯煎したチョコレートを、キュッてするために。なるべくすぐ冷やそう。キュッてテンパリングなしと。はい。もうファットブルーム現象上等。ファットな感じのラインナップです。なるほど。僕はね、面白いこと考えられなかった。いきます。僕のチョコレートはこれ。はい。お、明治座チョコレート。明治座チョコレート。カカオ 70%、ちょっと 95% だったらこっちするこっち。で、さらに、それを、硬さを強めるために、ゼラチンパウダーを割ってきたんで。で、こいつ、80度にならないと溶けないって書いてあるの。だから一回温めて、で、冷やした時にはもう、常温とかでは絶対溶けないってことでしょ。なるほど。確かに。だから強いんだと思う。なるほど。 80度より低い状態だったら絶対硬いと思ったので、ゼラチン。それからね、塩って硬いでしょ。岩塩とかいう言葉があるんだから。塩は絶対硬い。はい。これはもう勝ち。べっこ飴とかって硬いよね。なんか水と砂糖だけああ、か確かに。ら、塩と砂糖でもうガッチガチに。で、塩と砂糖入れるからちょっと苦めのやつにしたと。味のことも考えてるお。互いね、ちゃんと後で食わされんだなってことへの日和はあるよね。レッツクック。僕はね、明治で作り方を習ってきたんで、チョコ、カカオから作り方を習ってきて、しかももうめっちゃカカオのまんまのチョコレートを使うんで、もう潰してチョコ分を醸し出そうかなと思いますね。もういい匂いしかしない。スライさんの方がね、結構理系っぽいというか、シンプルイズベストな作り方をしてますね。僕はとりあえず硬くなるもの全部入れようと。ガムとチョコ一緒に食ったらガム口の中なくなるぜ。マジ？うん。まあでもその中で何かシナジーが生まれますよ。湯煎会場に移動。だから、50度に保っちゃうと、ちょうどいい柔らかく溶けちゃうチョコができるでしょ。俺はだからもうガッと加熱して、200度ぐらいにしてチョコ。おー、溶けた溶けた。早っ。カルシウム投入。小さじ、とりあえず1入れるじゃん。やべ、お湯ちょっと入っちゃった湯煎。がっつり砕いたチョコレートとがっつり砕いたおしどりミルクケーキを熱して溶かしていきたいと思います。なんか粘りが出てきたぜ。かなりね砂糖勝ちなんじゃね？違うわ。持ち上げてたから冷えただけ。今のうちに隠し味の準備をしましょう。あんまりね、入れすぎると、まだ味がダメになるんで。
何今こうやってガムを溶けやすいように砕いて表面積を大きくしてます。見てこれ。オルテンザルツガーニじゃあーめっちゃ入ったじゃめっちゃ入ったやばいやばい、これは絶対辛い。ゼラチンの舞。ゼラチン、おおめちゃ入ったぞ。すごい、ミルクケーキ全然溶けない。もうちょっといいや、このまま諦めてにしよゼラチンってさ、チョコに溶けんのかねこれ。う。ミルクケーキは溶けない。このゼラチンが溶けない。どうしよミルクが溶けたところで、ミルクの力で牛乳寒天を溶かして、最後に隠し味を使うっていう。う。ねえ、固まって溶けなくなっちゃった。この菌に牛乳寒天入れましょう。で、水分をがっつりこの寒天で吸ってもらって、いよいよ固くしていくっていう。事務所には鍋つかみはないので、こういう時にエプロン生贄に捧げてね。っていうか、こんなパシャパシャのエプロンじゃなくて鍋つかみ買ってくれなきゃいけなかった。隠し味のキリトールガムを投入。創業以来継ぎ足し作ってる煮込みみたいになったね、今。とりあえず無理やり練るか。もう溶けねえわ。すまん、溶けない。なんかチョコムースみたいになった。チョコだけの時は溶けたんだよ。チョコだけの時は溶けたんだけど、砂糖と塩入れたら溶けなくなったってことが分かった。チョコケーキみたいになったね。うわー、ほんとだ。いやもう無理だ。冷やす準備移っていいですか？はい可愛いでしょ。ゼラチン溶けてなさそう。最後の茹でに行こうかな。茹でに茹でもはや湯煎じゃなくて、ちょっと味見しよう。もっとちゃんとドロドロになったとこから冷やすはずだったんだ、俺の予定では。チョコケーキみたいなやつ。急冷します。ちゃんと溶けてる、偉い。それ硬くなりそうだな。ザ・チョコレート。これ綺麗にね、切れるようになってるんですよ。敷くと。この完璧なプラットフォームの上にチョコを並べることで、まず下から冷やす。アイスのこれで冷やすね。固まってるよ、ちょっと見て。ほら、なんかいい感じになってる。いい感じになってる。しかもなんかちゃんとテンパリングしたみたいな感じになってるね。結果発ということで、お二人が作ったチョコが無事冷やされました。表完成。完成。触った感じの硬さはどうですか？意外といけるかも。溶け始めてる、すでに。じゃあまずは伊沢さんのチョコを食べてみましょうか。名付けて、山形ミルクケーキ風、めちゃくちゃ硬いカカオ 95% チョコレートです。山形要素は？ミルクケーキが山形メーカーですね。あそれを入れて、カルシウムの力を。あとは、寒天を入れたので、ミルクケーキの乳の部分と寒天の乳に反応するところがより硬さを増している。そして、チョコミントの後味が、ちょっとキシリトールガムで入っている。じゃあかじってみてください。はい。実食あ、硬い。うまい。いや、美味しいですか？カカオのせいなの？ネバネバすんなんて。ポリッといけたね。チョコじゃん。何これ？ミルクケーキがなんか全然思ってあ、ガムきた。後味。ちゃんとしたやつうまいと思うんだけど、ちょっと食ってみて。いや、客観的なあれが欲しい。はい。でもチョコでしょ。いや、普通にうまくない？うまくない、うまくない。ね、10秒後にガム来るから。じゃあ僕のチョコいきます。はい。世界チョコ。僕のチョコは名付けてスーパー塩味。これカレーに入れたら実はうまいんじゃね？スペシャルです。いや、味見段階で俺はもう分かったのよ。これはね、カレーに入れる調味料です。入れたのは、砂糖と塩とゼラチン。じゃあ食ってみますか。はい。実食意外と硬い。やばいやばい。だから人間が1回に食っていい塩の量じゃないんですよ。辛いペースト段階で食ったのと全然違うんだけど。より凝固してる。より塩が強なっとる。確かにさ、さっきのさ、冷やす前より辛いね。これなんか知ります？なんで冷やすとしょっぱさって増すんですか？いや、なんか冷やすと甘さ感じなくなるみたいな。そういう状況が起こってる今。これ、だって甘さゼロだもん。熱中症対策。の塩だよ、塩。塩タブレットですよね。よく二人とも普通に食べて普通に喋れますね。二人とも味覚がおかしい。本当に味覚がほんまに言うとる？硬さはわかんない、ほんで。うん。なんかね、同じぐらい。微妙な。まあ、味の勝負で言ったら、ちょっと俺勝ったよね。うん。味は伊沢がちょっと。じゃあ、硬さ調べますか。
はい。だってこれ食った感じだと分かんないですよね。うん、なんか同じぐらいだったよ。モースコードで比べてみましょう。じゃあモースコード式で、鉱物のコード調べるやつで、うんお互いを擦り合って、うん傷がついた方が1個下みたい伊沢スペシャルと菅井スペシャルをこすって傷がついた方が柔らかいっていうことね。そう。な。傷をつけた方が勝ちってことですね。じゃあ伊沢スペシャルの尖ったところで菅井スペシャルの平らなところをこすります。はい。いきます。ほさあ、どうなっているでしょうか。ほ、まあ、傷ついた一応。傷ついてるのこれ。なんかあー、まあついたっちゃついこうもう一回ちょっとこの本当だこの平らなところもう一回ちょっといきます。た。はい。ここにこしてこすってこすったと。微妙。微妙ですね。じゃあ僕の硬いそうな尖ったところで地味な実験をしてで平らなところにこすりつけます。いきます。あ、こモースコード。おこれこっちの方が傷ついてる。ついてる感じする？ついてますね。もう一回ちょっとじゃあやってみますか。ちょっと別のところで。はい。はい。傷ついてますね。ついてる感じがする？めっちゃ傷ついてますよ、これ。ほら。こっち傷ついてないか。モースコード的に言ったらね、菅井スペシャルはね、伊沢スペシャルより、モースコード的には強い。ギリがたいチョコレートを作る選手権は、菅井さんの勝ちやったー！これが最強のギリチョコですよ。そう、塩と砂糖とゼラチン。ねなん。とも我々の知恵を絞りに絞った結果、これ以上ギリがたいチョコレートはないという結論に至りましたね。そう、ほんでやらない方がいいよ、本当に。早いな。早いな、そこまでが。あのね、いや、よくないね、よくない。塩は入れすぎたらよくない。いや、そう、味はすごい。味はすごい。みんなもね、ギリがたいチョコレートではなく、ちゃんとしたギリチョコをね、思い人にいや、プレゼント。本命チョコでしょ、思い人に送る。思い人に送っちゃいけないじゃん、ギリチョコ。ね、なん商業主義には踊らされずに生きていこうぜ。うんうん。ということでね。はい、では、だね。ハッピーバレンタインということで。ハッピーバレンタイン。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は、高評価とチャンネル登録お願いいたします。そして今日の一問はこちら。問題が解けたという方、答えが気になるという方は概要欄のリンクから記事も見てみてください。ということで、今回の動画はここまで。さようなら。ありがとうございました。